山の松講座へようこそお越しくださいました。松の講座は9編に分けました。今お越しいただいたのが第1編で、講座概要を説明します。この後、松特有の植木や用語、黒松、赤松、五葉松の手入れの違いなどを説明します。第2編、丸2は緑摘み、丸3はもみ上げ、4、中目切り、5、作業管理の3要素、そして6、松の性質で剪定に関わること、7、松の種類とその手入れの違い、8、作業の進め方、9、松の姿の学び方や道具のことなどです。丸1、丸2と順次アップしていきます。松特有な植木や用語、丸1、植木の用語は人や地方によって異なります。写真には複数の芽が写っていますが、真ん中の一番育った芽を親芽、蜜、長芽などと呼びます。次に大きなものを脇芽、小芽、側芽などと。最も育っていない小さなものを孫芽と呼びます。これは前のページの親芽が成長した5月頃の枝先です。真ん中の親芽が特に長く伸びていて、この状態になったものを緑と呼びます。緑には普通に葉がある先の部分と葉のない部分がありますが、緑を途中で摘む、切るときは葉を残します。葉を残さないで切ると、その枝は枯れ込みます。詳しい緑摘みは第2編の552緑摘みで説明します。この図は剪定を中断して2、3年経ったものです。この状態でも先端の一番育った新梢、秋冬を新芽、親芽とも言います。松は育って葉が展開した枝でもまだ芽と呼ぶことがあります。なおこの図は模式図で、一般に孫芽は剪定などで長芽が欠損した時などに現れます。松の枝や葉。松には長枝と短枝があります。私たちが普段枝と思っているのが長枝で、短枝とは短い枝のことですが、松の短枝の茎は気づかないほど小さいです。葉の付け根の袴の中に茎が隠れています。なお、松葉は2年から4年ついています。芽は葉の付け根から育つ。すべての葉の付け根には育って葉になる大元の組織があります。そのすべてが芽に育つわけではありませんが、虫に食べられたり、剪定されたりして、生涯を失うと写真のように下位の場所の芽が育ちます。育って長枝になります。2つの写真は同じ芽ですが、袴などを剥がして撮影しました。松葉は2年から4年くらいついていますが、落葉するときは枝ごと落ちます。つまり芽になる元の組織も一緒に落ちるので、葉が残っていないところからは芽が出ません。これが他の樹木と異なり、松の剪定管理を難しくしている点でもあります。手入れの違い。黒松は男松なので、樹形も枝先も大しく、ピンと立て、垂れた葉は取り去ります。赤松は女松と言われて柔らかく仕立てるので、垂れ枝はお構いなしとされます。
また黒松に比べ切った後の芽吹きは弱いとされています。五葉松は黒松などと比べ葉も短く数が多いので、緑摘みやもみあげを省略して代わりに枝を間引いて日光や風が通るようにします。枯れ葉がたまりやすいので必ず落としてください。手ほうきで払っても簡単に落ちます。なお、手間がかけられるときは緑摘みやもみあげを行います。詳しくは7編の557で再度取り上げます。今回はこれでおしまいです。長時間ご清聴ありがとうございました。私のチャンネルをですね、見失わないうちにですね、チャンネル登録をお願いします。それと、いいねボタンお願いします。私の YouTube の検索はですね、000ミキ3、ミキ3とするとですね、いろんなのが発見できますので、ぜひご覧ください。